今回は前回編んだこちらの四角いモチーフを13枚編んで、モチーフバッグを作ってみようと思います。使用した糸はセリアさんで購入したエンゼルコットンという糸です。こちら1玉で2枚のモチーフが編めましたので、約7玉ほどあれば13枚編めると思います。それに縁取りとかで編む糸が必要なので、8玉から9玉ほど使うと思いますので、そのくらい準備しておいた方がいいかと思います。それと、持ち手となるコードの部分は、こちらも同じくセリアさんで購入した、ちょっと極太のコットン糸を使って編んでみようと思います。それでは作っていきます。まず先に編んだ13枚の四角いモチーフをこのように組み立てます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。こちら全部13枚あります。で、先に組み立てたら、このように目印のマーカーを使って、先にここをくっつけておいてください。で、ここまで、セットできたら、念のため試しにきちんと形になるかを確認します。まず、裏返しにします。で、このまま、こちらを端まで持ってきて、こう、二つ折り曲げます。で、あとはこちらが肩紐ですね。肩紐をつけると、きちんとしたバッグの形になっていますので、これで大丈夫です。一応念のため必ず組み立てた後はこれをしておいた方がいいと思います。どこか一個崩れてしまってると、全部今からモチーフをつないでいくとまたほどかなければいけなくなるので、ここまで確認しておいてください。それではこの後なんですが、この後はモチーフをつないでいきます。で、先にちょっとここだけこのようにモチーフつなぎで編んでいますので、編み方は今から説明します。で、編む場所は、今ここをこのように編んでるので、まず次、ここですね。ここを編んで、またここを編んで、で今度は縦、縦、縦と、全部編み終わるまで、全部つないでいきます。それではモチーフをつないでいきます。まず、こちらの目印は外しておきます。どこからつなぎ始めても大丈夫ですので、まず一つだけ、ちょっとわかりやすいように、こちら一つだけの方を選んでつないでいきます。最初つなぐときに、その前の準備として、ここのスペースから編んでいくんですけども、1、2、3、4、5、5目のところで、一度、ちょっと目印の方をつけておいてください。5番目ですね。で、こちらもこのような形になるので、同じく、ここから編んで、今度は反対方向に行きますので、1、2、3、4、5、5番目に目印のマーカーをつけておきます。では今からこのような感じで、ここからスタートしてこっち方面に編んでいきます。なので、手前の方はこっちから右から左、奥の方は左から右という風に、ちょっとこちらからこっち方面に目が流れていきますので、そこだけちょっと気をつけてください。ではまずスタートの目から編んでいきます。スタートは、まず奥の方の糸、奥の方の編み地で、奥の方の編み地に針を通します。場所は、長編み2目、鎖編み、
長編み2目と編んだ数のスペースがありますが、この鎖編みの上から針を入れていきます。で、次に手前の方の編み地は長編み2目の後の鎖編みのこちらも同じく上の方から針を入れて、ちょっとこのように重なってるように見えますけど、このままで大丈夫です。では、ここに糸をつないでいきます。糸端を少し残したところから始めますので、こちらの糸を針にまずかけます。新しい糸を針にかけて、一気に引き抜いて、まずこちら一つセットします。それで、ちょっとここで少し軽く縛っておきます。糸が緩くなったりして編みにくくなると思うので、軽く仮止めしておきます。22ですね。では、ここから左手に糸をかけて編んでいきます。で、次に針を入れる場所は、今鎖編みのところに入れたので、その隣の長編みのところの頭の上の鎖を上から手前の方に針を通します。そしてこちらも同じ場所ですね。長編みの上の鎖の上から今度は向こう側に針を通します。このように今3本の糸がかかっています。そしてこちらの方の糸は必ず針の下に来てます。最初は針の下に来てますので、そのまま一気に引き抜きます。これでまず一つ編めました。続いて隣ですね。隣は、今長編みここに編んだので、その隣の鎖のところに上から針を通して、同じく隣の上から針を通します。あとは隣の目と拾っていくんですけども、ちょっと向こう側の隣の目が見にくいんですが、次はこちらですね。ここに針を通して、ここから糸を通して、一気に引き抜きます。そしたらこのように、ここに鎖の方がきちんとできているので、これで大丈夫です。で、今目印のマーカーのところまで来たんですけども、これは一応ちゃんと場所がきちんと編めてるかを確認するためだったので、次同じところに来てるので、このままで大丈夫です。もしかしたら向こう側の目が見づらくて、同じ場所に2回入れたりとかすると、ここの場所が合わなくなるので、その時はほどいて、またちょっと戻ってください。これで、また気になる方は次5目とか10目とかで目印をつけておいても大丈夫です。あとはこのまま編んでいきます。それでは最後の目まで来ました。最後の長編みを拾って、鎖編みの方まで編んでいきますので、鎖編みのところも針を通して、糸を引き抜きます。ここで
この段はこのように綺麗に編めましたので、これで大丈夫ですね。ではちょっと糸を残してカットしておきます。ではまずこちらが編めました。それでは同じように他のところも編んでいきます。ではこれで目印のマーカーのところまで来ました。ではマーカーを外して、針を通して、こちらも同じく、マーカーを外して、針を入れて、引き抜きます。これで今度はここから、このままこっちに編んでいきます。まずこっちも先に、鎖編みのところに上から針を通して、今度はこちらですね。ここも針を通して、そのまま、これはさっき編んだ糸ですね。続きの糸になりますので、そのままこちらを一気に引き抜いています。これでこのように糸が、渡ったので、今度はここからまた同じように編んでいきます。それで編むときに、ちょっとやっぱり場所が少しわかりにくいので、このマーカーをちょこちょこつけてた方が編みやすかったので、まず、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10番目ぐらいにマーカーをつけておきます。取れたので、ちょっともう一度いきます。奥の方は鎖編み。で、今度手前も同じく鎖編みですね。鎖編みのところから針を通して、この先ほどの続きの紐を下から、必ずこの下から通してください。下から通して引き抜きます。では、このまま次ですね。はい、それでは最後まで編めました。このように右の方から左の方に渡って鎖編みを一つ編んだことで、きちんとつながりました。では今度は上の方と下の方がまだくっついていないので、今からこちらの方を編んでいきます。下の方から鎖編みを一つ編んで上の方に向かって編んでいきます。編み方は今までと一緒なんですが、まず鎖編みのところの上から針を入れて、で、続いて反対側の方は、もうすでに編まれてるんですけども、鎖編みのところ同じ場所にまた上から針を入れていきます。
で、新しい糸をかけて引き抜きます。ここからはもう同じような編み方で編んでいきます。それでは目印のマーカーの手前まで来ました。こちらのマーカーは、最後の長編みのところの隣の鎖編みにつけてますので、ここが最後になります。その手前まで編みました。ちょっとここまで来ると、目がたくさんあって分かりにくいんですが、一つずつよく見ていくと、だいたい繋いでるところが分かってくるとは思うんですが、一旦右側のモチーフは最後の長編みのところまで繋ぎました。ではここから左の方のモチーフに移っていきます。もう本当だったら次はここの鎖のところなんですけども、この長編みの隣の鎖のところなんですが、ここはもうすでに別のところのモチーフで編んでいますので、ここは編みません。このまま鎖編みを一目編んで、左側のモチーフに移っていきます。左側のモチーフの長編みのところからスタートします。この長編みのところですね。ここの上のところから針を入れて、糸は下の方にしておきます。で、反対も長編みのところの頭の鎖のところに針を入れて、一気に引き抜きます。左側のモチーフはこのようになります。これで、ちょうど中間地点のところに鎖編みで一目飛んでいるのがわかるかと思います。また目印のマーカーをつけておきます。5番目のところにちょっとつけておきます。反対の方も1番目なので、1、2、3、4、5番目のところにマーカーをつけておきます。ではこのまま同じ要領で編んでいきます。それでは糸始末をしていきます。とじ針に糸を通します。糸始末は裏側の方でしていきますので、この鎖から出ている糸をそのまま裏側の方に持っていきます。ちょっとしっかりとギュッと、糸の方を引っ張って、あと場所はもう大体どこでもいいので、数箇所目を拾っていってください。ジグザグに数箇所だけ拾っていきます。ほつれない程度にですね、いくつか糸を通して、今度は逆向きに糸を通していきます。で、糸端の方をカットしておきます。で、同じように、とじ針に糸を通して、あとまたここ、どこからでもいいので、自然に糸の流れが出る方向に向かって、裏の方に糸を持っていってください。そしたらまた同じように、
数箇所目を拾っていきます。では残りも同じようにすべての糸を糸始末していきます。それでは糸始末ができたら、このように形を作ります。あと、こちらの方がまだ残っていますので、今からここを編んでいきます。こちらがバッグの底の方ですね。底の方を今から閉じていきます。閉じ方はもう今までと一緒になります。角のスペースの鎖編みに針を入れて、新しい糸をつけます。ここと反対側の方の角のスペースの鎖に針を入れて糸をかけます。ではここからまた長編みのところに針を通して同じように閉じていきます。ではここまで編めました。続いてこの三角の部分をこのように角の部分を上の方に向かって編んでいきます。編み方はもう一緒になります。では最後の鎖編みまで編めました。で、ここで糸をカットしておきます。それでは、今ここから1、2、3と3枚編めました。続いて、反対側の方も1、2、3と同じように編んでください。こちらはもう編み上がっています。では今から、こちらの方に持ち手の方をつけるための準備をしていきます。それでは編んでいきます。今からこちらのバッグの上の方に持ち手をつけるための縁取りをしていきます。こちらずーっと上の方をぐるっと一周編んでいきます。場所はこの辺りのどこからでもいいので、こちらの方がだいたいこの真ん中ぐらいあたりから編み始めようと思います。ではまず奥に新しい糸を準備して、糸を奥から手前の方に引っ張り出します。ではここからまず細編みを編みます。まず立ち上がりの鎖編みを一目編んで、同じ場所に細編みを編みます。目印のマーカーをつけておきます。ではこのまま隣の方も同じように細編みを編みます。その時にこちらの糸端の方を編みくるみながら編むと後で糸始末の方が楽になりますので一緒に編みくるんでいきます。長編みの頭に針を入れて糸端の方をちょっと針の上に乗せて細編みを編みながら編みくるんでいきます。同じように最後まで編んでいきます。同じように隣の方に編み続けてください。
では、マーカーのところから編み始めて角のスペースの方まで来ました。でここで、長編み2目のところにも細編みを編んで、隣に鎖編みで編んだ角のスペースがあります。そこにも細編みを1目編みます。続いて、今こちらのモチーフをここから編んできたので、今度はこっちの方に編んでいきます。続いてモチーフの場所を、回転させて、このスペースのところにも細編みを1目編みます。で、隣の長編みの頭に細編み、同じように細編みを編み続けてください。では、角のスペースまで来ました。今ここから V になってこっちの方まで編みました。ここからは、細編みではなく長編みを使いますので、まず隣のスペースのところに細編みを1つ編みます。で細編みが1つ編めました。続いて、ここに隣の目にも細編みを1つ編んで、このまま鎖編みを1、2、3、3目編みます。隣の長編みに長編みを編んでいきます。ここで、このように、鎖3目、長編み1目で、2つの長編みができました。で続いて、鎖を1つ編んで、今鎖を1つ編んだので、1目飛ばします。1、2番目に長編みを編んでいきます。1目飛ばして2番目に長編み。その隣にも長編み。で鎖を1つ編んで、1目飛ばして、長編み、長編み。このように、長編み2目、1目飛ばして、長編み2目、1目飛ばして、長編み2目という編み方を、モチーフ2枚分編んでいきます。では、モチーフの角のスペースまで来ました。ここから次、ここに移るんですけども、まず鎖編みでつなぎます。1、2、3。鎖を3目編んで、こちらのスペースの隣の長編みのところに、また長編みを編んでいきます。隣にも長編み。一応このようにですね、このようにちょっと輪っかになってますけども、このような感じで編んでください。続いて、鎖、1目飛ばして、長編み。あと同じ要領で編んでいきます。では、角のスペースまで長編みが編めました。今ここからは、長編みを2目、鎖編み1目という編み方で、こちらの方まで編みました。では今度は続いて、隣のスペースには、細編みを編みます。続いてしばらく細編みで編んでいきます。
続いて V のところに来たので、角のスペースに細編みを編みます。隣のモチーフに移っていきます。隣のモチーフの角のところにも細編みを編んで、同じように上の山の方まで細編みを編んでいきます。では角のスペースまで来たので、こちらに細編みを編んで、隣の長編みに細編みを編みます。鎖を1、2、3編みます。続いて隣の長編みに長編みを編んで、鎖を1目編んだら、1目飛ばして、隣の隣、2番目のところから長編みを2目編んでいきます。では最初のスタートの目の頭に針を入れて、引き抜き編みをします。これでぐるっと一周つながりました。一応こんな感じですね。ここから編み始めて、この部分とこの部分に長編みを編んで、あとこことこちらには細編みを編んでいます。続いてもう一段編んでいきます。ここは同じく細編みで編みますので、鎖1目を編んで、同じ場所に細編みを編んで、細編みを編んでいきます。こちらにも目印をつけておきます。では今前の段で編んだ細編みのところには同じように細編みを編み続けてください。では細編みが最後まで編めました。では今度はここの鎖のところに細編みを2回編みます。1、2、2回編んだら続いて隣の長編みの頭のところに細編みを1目編みます。続いて、ここの輪の中に中長編みを1目編みます。中長編みは、針に糸をかけて、手前から針を入れて奥の糸を引き抜きます。これで3本針に糸がかかっています。もう一度針に糸をかけて、一気に3本引き抜きます。これで中長編みが1目編めました。続いて長編みを編みます。次に長々編みを編みます。長々編みは針に糸を1回、2回巻きつけて、手前から針を入れて糸を引き抜くと、ここに4本の糸がかかっています。まず針に糸をかけたら左側2本を引き抜きます。同じく左側2本を引き抜きます。同じく左側2本を引き抜いて終わりです。これが長々編みです。続いて今度は長編みを隣に編みます。この後は中長編みを編みます。これでこの輪の中に中長編み、長編み、長々編み、長編み、中長編みと
少しずつ段差が違う編み方を5本しています。これが一つのスペースの中に編む編み方です。続いて、この長編みの2番目の頭に細編みを編みます。このように同じ要領で編んでいきます。では、ここの V のところまで編めました。続いて、この輪の中にも同じように編んでいきます。このような形ですね。続いて、同じように編んでいきます。では、最後、ここまで編めました。続いて、こちらの長編みの頭に細編みを編んでいきます。で、ここからはまた細編みなので、同じように細編みで編んでいきます。このような形でぐるっと一周編んでいきます。では、スタートの目に行きました。では、こちらの方に針を入れて引き抜きます。ここで糸はカットしておきます。では、このまま糸始末をします。まず今一目編んだんですけども、ちょっとこちらもう一度ほどいておきます。ほどいて、最後の細編みのところでストップして、このような状態にしておきます。ここがまだつながっていない状態ですね。この時点で、とじ針に糸を通します。そして、ここが最初のつなぎ目だったので、ここに手前から針を入れて、今度はここから糸が出てきたので、ここに戻して、後ろの2目分の下から針を通します。このように鎖編みがきれいにできるように調整して、あとは裏側の方で糸始末をしていきます。ではこの後、何目分かちょっとすくって、ジグザグに糸始末の方をしていきます。では最初ここから編んでて、このまま編みくるんでるところの糸は、もうこのままカットしておきます。ではこれでバッグの上の方の部分の縁取りが終わりました。それでは今からこちらモチーフバッグの持ち手となるコードをこちらの方のスペースに入れていきますので、
まずそのコードを編んでいきます。使用するのはセリ屋さんで購入したこちら極太のコットン糸で編もうと思います。使用かぎ針が8から10とありますので、こちらを8号針で編んでいきます。スレッドコードの編み方なんですが、まずちょっと先に中心の紙を外しておきます。そしたら、こちらの方が内側から出た糸端です。で、もう一つ表の方にも糸端がありますので、内側と外側の糸2本を出したら、まずこの糸の中心を見つけます。では、ここで中心が見つかりましたので、ここの中心から編み始めていきます。まず中心のところに、このように輪を作ります。そこから針を入れて、引き抜いて、針に輪になった状態で糸をかけておきます。ここから片方の糸を左手に乗せて、もう一方の糸はこちらの方に置いておきます。ではこちら下の糸を針の上に引っ掛けます。で、こちらの方、ここの部分を親指と中指でちょっと軽く押さえておいてください。ここから針に糸をかけて2本一緒に引き抜きます。ちょっと最初硬いと思うんですけど、このようにぐっと引き抜きます。そしたら下の糸をこのように締めてもらうと、ここでまず一つ編めました。続いて同じようにこの下の糸を針の上にかけて、奥の糸をかけて2本一気に引き抜きます。これで2目ですね。同じように針の上に糸をかけ、もう一方の糸を引き抜きます。このような編み方でずっと必要な長さまで編んでいきます。長さはそれぞれお好みなんですが、最低でも1メートルはあった方が型からかけやすいかと思いますので、まずは1メートルを目指して編んでいきます。それでは今こちらですね。これで1メートル編んでいます。こちらはちょっと一旦仮止めをしてます。こちらはこのように通すので、今1メートルだとこのくらいになるんですけども、もし腕で持つんだったらこのくらいでもいいかと思いますが、肩にかけるんだったらちょっと短いかなと思いますので、1メートル20まで編んでいこうと思います。長さはもう本当にお好みで編んでください。ではもうちょっと編んでいきます。ではこれで1メーター20編めたので、ここででは最後ですね。こちらの方まで編めたら、少し糸の方は長めにカットしておきます。で、あと糸を引き抜いて、まずこちらの方を2本糸がありますので、こちらをちょっと肩結びしておきます。1回、このように結んだら、まず先に
こちらの方にこの紐を通していきます。紐はこちらの内側の方から通して、ジグザグに思って、上から下からと上下に通していってください。で、ここの角のところは、このままもう何もせずに、そのままここに通さずに、次のところで通してください。ここには何も入れずにそのままですね。で、紐を通すときに、このねじれてるので、ちょっとねじれを直しながら通していってください。そしたら、今度はこっちの後ろの方から出していきます。後ろから入って、後ろから出ていく。この状態で続いて、今度は反対の方に紐を通していきます。ではこれで紐が通ったので、今度はちょっと調整をきれいに整えていきます。まずこの向きをきちんと揃えたら、今度はこちらの方をつけていきます。ではこちらの方ですね。まず一つの方に閉じ針に糸を通していきます。そしてきちんと向きを揃えた状態で、たら今度はこっちの裏の方に数箇所、この目をかがるように、まずこちらの目をきちんと揃えて、ここはバッグの重さに耐えなければいけないので、かなり丈夫にくっつけておいてください。では今度は少し目をまた戻していきます。そしたら最後、この辺で、ぐるっと書いて、しっかりと肩結びをしたら切っておきます。で、この辺の部分は、後でこちらの方に移動しますので、少し縫い目の方とかが見えても構わないと思いますので、まずは上手にしっかりとくっつけることを優先してください。ではもう一つの方も同じように、こっちの方の糸なので、こっち側に、こっち側の方に糸を渡していきます。もしここの継ぎ目のところをちょっと何回か行ったり来たりして、しっかり上手につけておいてください。
もう一回フライシートグッと巻いて、しっかりと固結びをして、をカットしていきます。これで糸がぐるっと一周編めました。ここはちょっと太くなっているので、この場所を移動します。ちょっとこの辺の目立たないところに、先ほどのつなぎ目を持っていきます。